アクアリウム初心者のおっさんが魚と暮らすためゼロから水槽の準備をしています。いきなり本題いっちゃいます。南沼エビを導入します。これ松藻がおまけでくっついてますけど、まずは5匹導入してみます。数が少ないのは、エビって水質にすごい敏感らしくて、家の水槽の状態にまだ不安がちょっとあるんで、先発隊っていう感じで少なめに入れてみます。そして水合わせです。カージナルテトラの時は水槽に浮かべましたが、水流でパックが流木にぶつかっちゃったりしてたんで、今回は水槽からバケツに水を移して、こちらで温度合わせをします。エアコンで水温管理してるんで、バケツに水を移しても温度は大丈夫だと思います。温度合わせは30分放置しておきました。で、パッキング開けて、で、またなんかダラダラやってますけど、これビニールをグイって引っ張ればゴムは緩むんですけど、この時全然気づいてませんね。まあ。で、無事に開いたのでバケツに開放します。ちょっとなんかグワンって勢いがついちゃいましたけど、まあ大丈夫でしょう。で、松藻は回収して、これはちょっと後で使いたいと思います。エビの状態はこんな感じですね。特に暴れたりしてませんが、なんか一匹すごい勢いで泳いでますね。で、カージナルテトラと同じく点滴法でゆっくり水槽の水と混ぜていきます。シリンジで水を引いて、落ちる水の量をコックで絞って調整して、こんな感じでゆっくり水を落としていきます。この状態で2時間ぐらい放置しました。では、新しい家にちょっと早いな、出てくるの。お引っ越しです。1回で全部すくえなかったんで2回に分けてますが、なんか網の奥で1匹ひっくり返ってて、いきなり昇天したかと思ってちょっと焦りましたが、これ大丈夫そうですね。網に捕まってただけじゃないかなと思います。とりあえずこんな感じで元気にしてます。南沼エビを入れたのは、コケ取りの意味と有機物を増やす役割も期待してます。魚が少ないんでね。で、2日経って、南沼エビが問題なさそうなんで、さらに10匹エビを追加します。今度はこれアナカリスがおまけでついてましたね。水合わせも前回と同じようにやって、お引っ越しです。今度は数も多いんで、絵面がこれいいですね。皆さんさーっと水槽に移動してくれました。で、ヤマトヌマエビの方がコケ取り能力が高いっていう話だったんですが、力も強いっていうことで、砂利に植栽したエキノドルステネルスの粘りがまだちょっと弱いかなと思って南ヌマエビにしました。逆にこっちは子供を産んで数が増えちゃうっていうことなんですけど、まあ数が増えたらそれはそれで困るかもしんないんですけど、水槽の水が全然ダメだったらうまく育たないだろうし、水質の参考にもなると思うんで、まあ選択の問題ですね。僕は南沼エビを選びました。で、画面の通り継ぎ足したブランチウッドのところからカビがまた発生しちゃってますね。でもこれは基本放置します。もうショップさんなんかがこれはそのうち消えるよっていう意見も結構あるんで、たまにピンセットで取るくらいにしてこのまま様子を見たいと思います。では最後の水草追加です。まずはこちらのアマゾンソード。僕が今まで買ってきた水草では一番大きい葉っぱですね。水槽の左の奥に明るめの緑が欲しかったんで、これを選びました。ポットで売ってたんで、またロックウールの処理が必要なんですが、これスポッと抜けちゃって、ロックウールもね、ペロンって取れちゃいました。今までで一番楽でしたね、これ。で、このアマゾンソードは水中に入れると一旦枯れて、新芽から水中葉っていうのになるらしいんで、外側の古い葉っぱはもうこの時点で少し取り除いちゃいます。そしてもう一種類。こちらはドワーフフロッグピット。浮草ですね。これで池の感じというか、なんかこう川の端っこっていうか、そんな雰囲気をちょっと出したいんですよね。で、こちらのエビのおまけでもらった松藻とアナカリスも水槽に入れちゃいます。いつも通りの手順ですが、水草その前にでトリートメントをして、今回松藻は3分、
アナカリスとドワーフフロッグピットは5分、アマゾンソードは8分つけておきました。このつけておく時間は早すぎると貝の卵とか生き残っちゃうかもしれないし、遅すぎると水草に悪い影響があるかもしれません。規定では10分つけておくんですけど、葉っぱとか茎の硬さとかを見て、単なる僕の感覚で時間を決めちゃってるんで、あんまり参考にしないでくださいね。で、終わったら必ず水道水ですすいでください。では、水草の配置をしていきましょう。アマゾンソードは左の一番奥です。水草自体が結構太いんで、砂利にはそのまま刺さりませんでした。なんで、一旦砂利に穴を開けてから、そこに水草を置いて、テトライニシャルスティックも置いて、上からアクアグラベルとラプラタサンドで埋めておく方法にしました。ドワーフフロッグピットはポンポンって浮かべるだけです。で、こんな感じになりました。ドワーフフロッグピットは簡単に増殖するっていう話なんですけど、その辺の様子もこう見ていきたいですね。水辺っぽいいい感じだと思います。で、こちらのちょこんと見えてるのが松藻です。で、こっちがアナカリスで、両方とも水槽の右側に適当に植えちゃってます。この2つは、水系に入れたいっていうよりは、昔からあるベーシックな水草らしいんで、ちょっとね、経験しておきたいかなっていう意味も込めて水槽に入れておきました。アマゾンソードはこんな感じで、これかなり大きくなるらしいんですけど、90センチ水槽なんで大丈夫でしょう。壁面がわからなくなるくらい増えてくれたらもう大成功です。これで想定していた水草と生態が全て入りました。僕がメインで飼育したい魚はまだなんですけどね。あとはこのまま管理を続けて水草を育てながら、状況が変わっていくのを楽しんでいきたいと思います。まあ、すんなりいけばいいんですけど、いろんなことがあるかもしれませんね。では、今回使った金額です。南沼エビ5匹セット528円。南沼エビ10匹セット748円。アマゾンソード438円。こちらはすべて地元のモアアクアガーデンで購入です。ドワーフフロッグピット700円。これはチャームですね。松藻が0円。アナカリス0円。この2つはエビのおまけですね。水草その前にが182円。ここまで合計で16万5860円となりました。これで水槽内に色々追加していく作業は一旦終了です。まあ早くメインで飼育したい魚を入れたいんですが、水を作っていったり、水草を育てるっていうのもね、やっぱいろいろ楽しみたいっていうのもあるし、でも失敗したら嫌だし、かといって何にも変化がないと動画は作れないしっていう、ちょっとなんか難しいところですね、この辺。ただ、これがアクアリウムのリアルなところでもあると思いますし、まだやりたいこともいろいろあるんで、引き続きよろしくお願いいたします。次回は管理中の水質の状況についてお話ししたいと思います。それではまた。